初めの一歩で最も熱いバトル。高村守の真の強さが発揮される。今回は人気ナンバーワン対決高村 VS フォークを紹介します。高村伝説の幕開けとなった両者の強さを解説。フォークよりも高村よりも野生に溢れているという人は高評価に向かって最高のパンチを連打。お気に入りのキャラやシーンをぜひ教えてくださいね。念願の世界タイトルマッチが決まった高村でしたが、タイトルマッチはもともと決まっていた試合の2ヶ月後、過酷な減量を短い間隔で強いられることになったのです。世界前哨戦でモーリス・ウエストと対戦。明らかな減量失敗で予想外の苦戦を強いられます。スタミナがなくなり大ピンチとなる高村は観客席で女性とイチャつくフォークを発見しました。怒りが抑えきれない高村、形勢が逆転し始めます。フォークの目の前でリングアウト勝ちをしてしまいました。試合が近づきヒートアップする鴨川陣営。後輩たちの応援に力強く応えます。ボクシングだけには嘘をつきたくねえ。高村の熱い思いに鴨川の目頭も熱くなったようです。さらに厳しくなる減量。高村の怒りは全てフォークに向かいました。ブライアン・フォークはニューヨークスラム街で育った生粋の喧嘩屋です。その才能を名伯楽であるミゲル・ゼールに買われ、瞬く間にジュニアミドル級チャンピオンとなりました。高村との試合が決まっても練習する素振りすら見せないフォーク。モーリス・ウエストの試合後に高村の控室に訪れ、来日の目的を挑発交じりに答えます。高村の素手のパンチを難なく受け止めてしまいました。フォークガールを常に連れて歩き、スパーリングも手を抜きます。計量後の記者会見でも高村を挑発し続け、答えきれずにフォークの胸ぐらをつかむ鴨川に平手打ち。高村も爆発寸前。怒りを噛み殺した高村にとどめの挑発を浴びせかけました。決戦を前にした高村に鴨川ジムの面々が応援に訪れます。それぞれの応援の言葉に力強く返す高村。試合直前にもかかわらず不思議なくらい気分が落ち着いています。高村の入場に会場が一丸となって檄を送ります。一方、ド派手に登場するフォークに観客の罵声が飛び交いました。リング中央、目を閉じて集中する高村に対し舌を出し、ここでも挑発するフォーク。一触即発の緊張感が走ります。ゴングが鳴るも静かな立ち上がりを見せる両者。オーソドックスな構えを取る高村に対し独特のリズムを刻むフォーク。その距離が徐々に狭まってきます。突如襲いかかる高村の左ジャブ。速射砲のような連続攻撃で主導権を奪いました。コーナーに追い詰める高村にフォークのトリッキーなパンチが炸裂します。反撃する高村でしたが、フォークの不規則なパンチに翻弄されてしまいます。逆にコーナーに追い詰められ、強力なパンチが顔面にヒットしました。一瞬意識が飛ばされますが、なんとか耐える高村。今まで培ったボクシングテクニックで反撃に転じますが、フォークの不規則な攻撃に反撃の目を潰されてしまいました。今のままでいくと力強く応える高村に、鴨川の張り手が気合を後押しします。一方、終わらせちゃってもいいのかいと、素敵な笑みを浮かべるフォーク。2ラウンド開始後、高村は基本に立ち返り、ステップを踏み始めます。ジャブで出鼻をくじき、渾身の右ストレートが直撃しました。さらにスピードで翻弄しようとする高村でしたが、フォークは高村を上回るスピードで反撃。なんとダウンをさせられてしまいました。立ち上がった高村に襲いかかるフォーク。両者、足を止めて激しい打ち合いに突入します。しかし、少しずつ押され始める高村。なんと再度ダウンをしてしまいました。なんとか立ち上がるも、足元がおぼつきません。しかし、コーナーに追い詰められた瞬間、高村の左がヒットし始めます。上体反らしでかわすフォークに、左ジャブで追撃しました。ダウンするも、以下も簡単に立ち上がるフォーク。ここで、第2ラウンド終了のゴングが鳴り響きました。第3ラウンドも、
上体反らしにパンチを合わせる高村。再度フォークからダウンを奪います。怒りに震え、襲いかかるフォークに高村も迎え撃ちます。リング中央、ノーガードでの打ち合い。一発 KO 級のパンチが飛び交います。乱打戦となりますが、高村が打ち勝ち始めました。そして迎えた第5ラウンド。なんと高村は両手を振り上げ、KO 宣言を行うのです。屈辱に震え、襲いかかるフォークでしたが、高村の勢いは止められません。しかし、ここでボディを狙えとのミゲルの指示。フォークは高村にボディを当て、反応を確かめました。突如防御に徹するフォーク。高村の猛攻が続きますが、KO できずに5ラウンドが終了しました。高村の反応を見て、勝利を確信するフォーク陣営。高村のスタミナは5ラウンドで使い果たしてしまいました。6ラウンド、スタミナが尽きた高村は、フォークの猛攻に耐えられません。なんとダウンを奪われてしまいました。力なく立ち上がる高村。その姿に悲壮感が漂います。パンチを返すもあっさりとかわされ、強烈なパンチを受けてしまいます。ロープ際で防戦一方の高村でしたが、鴨川は倒れ投入をためらってしまいます。何度も倒れそうになりながらも、仲間たちの思いが高村のダウンを妨げました。倒れない高村に対してイライラが募るフォーク。殺人許可証を執行することを決めました。支え続けていた鴨川の思いに気づいた高村は、勝ち目がないと知りつつも、リングへと向かいました。試合を終えようと、怒りの競争で襲いかかるフォーク。フォークの左ストレートが、高村の意識を奪いました。薄れゆく意識の中で、フォークへの怒りが爆発します。突如復活する高村、剛腕がフォークに襲いかかりました。今まで以上に洗練した動きに加え、繰り出されるパンチは、すべて急所に向かいます。俺を確実に殺しに来てる。恐れるフォークに高村のアッパーが炸裂しました。恐怖が体中に走るも負けたくないという思いが強いフォーク。意識を取り戻した高村はフォークに立ち上がるようアピールします。立ち上がったフォークに突進する高村でしたが、ここで7ラウンド終了のゴングが鳴り響きました。強烈なプライドで再び闘志を取り戻すフォーク。ミゲルのアドバイスがさらに彼を震わせます。一方の高村陣営、鴨川は高村の戦頭を整え、高村の気合も充実しました。運命の8ラウンドは壮絶な打ち合いから始まります。技術で勝る高村は徐々にフォークを追い詰めていきました。高村の左ストレートを神業的な状態そらしでかわすフォーク。ここに来てフォークが覚醒しました。しかしそれすらも上回る高村、カウンターでダウンを奪います。立ち上がったフォークに高村のワンツーが炸裂しました。スタンディングダウンを取られるフォークでしたが、すでに戦う力は残されていませんでした。運命の10カウント。ここに新チャンピオンが誕生しました。駆け寄る後輩たち、巻かれるチャンピオンベルト。観客は最高潮に盛り上がります。高村への勝利者インタビューで、歓声が罵声へと変わってしまいました。念願の世界チャンピオンとなった高村。6階級制覇への道は始まったばかりです。